テキラとメテ14です。今回はね、クイーンワガズセファニー vs トライブゲーミングというわけでね、今回は決勝戦進出をかけた一戦になります。3位通過で上がってきましたのがトライブゲーミング。ルーザーズブラケットをね、勝ち上がってきたわけなんですけど、ちょっと前の動画でも言ったと思うんだけど、やっぱヨーロッパのクランがマジで仕上がってて、ストラットもね、1個前の動画でパーフェクト取られたんですけど、非常に仕上がってまして、今回のトライブゲーミングもね、非常にヨーロッパのクランでラダーをね、1試合に何本も試合してるような感じなので、めちゃめちゃ仕上がってます。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。スタートラックから。これね、あれだったんですよ。なんだっけ。ウェブカメラ付きの大会でね、ずっと言い忘れてたんですけど、ステファニーカップは全部そうなんですけど、終盤以降全部そうなんですけど、対戦相手の顔が見えるわけですよ。トライブとかね、対戦前にね、なんかすげえリラックスして面白かった。めっちゃ手振ってくんの、こっちに。カメラ見てこっちにね、おー相手。トライブってもともとさ、世界大会の配信とかでもいいけど、前回を取った時のパフォーマンスがめちゃめちゃ喜んだりとかで、あんな感じですごい面白そうじゃん。すごかったよ。結構ね、顔に出るタイプの人たちなんで面白いっすね。クラウスとね、相手にフラクシーって選手がいるんで、今、これだよ。攻められてる人、防衛側のフラクシーっていう人がね、始まる前になんかブロスターアピールしてて、ブロスターやろうぜってなんかね、言ってて、なんかクラウスと2人でなんか、バトルロイヤルやってました、2人で。デュオの。対戦前に。マッチング前になんか、ブロスターやってましたね、やつら。とか、そういうちょっとフランクな感じのプランですね。エクソシストとね、ネブラックスがね、同じ部屋にいましたね。同じ部屋でカメラおもろかっただから。2つのカメラから2人が覗いてきてちょっとおもろかった。なんか一緒に同棲してんのかなよくわかんない。なんかホテルっぽかったんだけど、なんか旅行でもしてんのかね ?2 人で。どうなんだろう部屋なのかなわかんねえや。なんかそういうのいいよね。ヨーロッパ海外いいって感じやなと思ってる感じなんですけど、なんか、どうこれ渋め。フリーズ一発、ポイズン一発。リクスケに対してはポイズン使えるっていうので、3時、ありそうですけど。さあ、ここ。フリーズかけて、ないは熱いぞ。どうださあ、クロス突破できるといいな。折れろ。クロスは乗り越えられた。ないですね。巨爆惜しい。巨爆なければワンチャンぐらいか。さあ、これ、キングはさすがにきつい。キングはさすがにきつい。けど、スケはない、ただ。さあ、あとはクイーンの頑張り次第ですが、ユニコーンがついてないんでね、回復ができないというところで、これはクロークのタイミングが大事。ウィズと打ってからの。さあ、打つ前に打ちたいかな。ギリギリまで溜めていって、ここでクローク。うわー、範囲ダメージやばい。範囲ダメージ。さっ。99%。痛い。いやー、めちゃくちゃ惜しかったですね。気合のタスキあればいけたっぽいわ、でも今の。持ち物持たせてないんですね。知ってます気合のタスキ。ポケモンなんですけどね。HP1 だけ耐えれるみたいな、そういうアイテムです。さあ、クロノス。天才のクイヒードラゴンライダー、ホグライダー。お、テスラ抜かれちゃった。テスラリクスキ引っこ抜かれちゃった。同じルートでね、ちょっと、なんだっけ、フレームシューター投げてくる人がいたんで、少しだけ変えて、罠も全体的に変えといたんですけど、ちょっと引っこ抜かれて同じルート来てますが、ただ、選択した戦術と罠が結構変わってるんでね、結構きつそう。さあ、呪文がもうインビジブルしかないですね、天才使った分。スニゴブを3時側カットしてるので、キングそっちに出てきそう。タウンポイズン受けて、これはもうクロークですね。さあ、しかもこれポイズン受けるんで、
どうだ、ライダー始めるしかないですね。ヒーラーが、あ、いけ、こけろ。解けろ、解けろ、解けろ。うん、惜しい。いや、これもうクイーン死んだね。さあ、キングの方を使って対空を追っていきましたが、ロイちゃんまで行かれちゃうか。まあまあ。とはいえですよ、もうここから呪文ないですから。さあ、ヒーラーがロイちゃんにスイッチしていきつつ、真ん中マルチ突破。どうだこれ。さすがにでも重いね。オーデン像やっぱ偉大だな。オーデン像って防衛施設はマジで強いからな。さあ、これは、なんとか守れそう。さあ、キングが強い。ロイちゃんをボコっている。タイガーキングがぶん殴っていきまして、ここからライダーさ、援軍に対してはここ一気の赤幕。赤幕、赤幕。一瞬で解けたね。さあ、最後トルネーも食らっていって、これは防衛できそうですね。しかも、パーセントも結構低めな感じ。さあ、ヒーラーが、対空砲の真上でストップして、ラバの代わりしてますが、キングも捕まりつつ、これ時間を使って、かつパーセントも抑えられそう。9まではいくかな、どうだろう。間に合うかどうかってとこ。さあ、こっち来た。ナイス。88%。さあ、初手で守れるかどうかってマジで大事なんですけど、でかいですね。88%。ファーストアタックって実はね、あれなんですよ。結構難しい役割ではあるんですけど、世界大会とかもね、基本どの大会でもね、一番手の人が一番全回率が高くて、基本やっぱ一番見えた配置を突っ込むタイプの人が、それは当然なんですけど、一番見える、一番簡単だ、この配置と思った人が最初に攻めるから、全回率も実はね、一番最初の人が高いんですよね。1番手、2番手がね、実は高いんですよ。全回率。おー、解けた。ということも考えると、1番手の人から守れるってね、ほんとでかいんですよね。1番取れるぞって思って突っ込んできた人が止まったら結構くるくるし始めた。やばいやばいやばい。さあ大丈夫なんでしょうか。くるくるし始めました。iPad くるくるすんの珍しいな。最近もう携帯がさ、寿命を迎えまして、あ、治った。充電がされない。もうちょっと携帯変えないとやばい、マジで。うわー、また来た、また来た。大丈夫か耐えろ。さあ、ウォール、おー、耐えた、耐えた。iPad が何かと戦っている。さあ、ヒーロー穴開けしていきつつ、フリーズをかけて、ここはストライカーも使って処理。マルチ、そうだな。どうなんだろう。継ぎ目開けで、本当は真ん中マルチ行きたかった感はあるが、さあ、ラバルパート3時から巻き込むようにスタートしていきます。さあ、ロイちゃんもこれトームかけれそうかな。さあ、ラバからのストライカーも追加していって、ブーメラン打っていって、ここはオーデン。クイーンも入る。強っ。クイーンまで入りましたね。さあ、ここはトーム中にバルーンが真ん中マルチに向かってくれ始めたので、こっちに対してフリーズ。おー、高速移動。すごいな、もう無理くりヒーローたちと合流してみたいな。強っ。さあ、ラストクロスがちょっと重めですが、勝てるかな。カバックすごっ。そっか、最初の突ビズのダメージ入ってたのか。アーチャータワーがバルーン1体で落ちましたね。これはワンチャン裏から指示も飛んでたかもしれない。これ HP 把握してなかったら投げれないバルーンな気がする。うわー、最終結構タウン前に赤枠。なるほどね。さあウォーデン溶けていきましたが、珍しいね、タウン前赤枠は。バーサス。でもよく考えたらさ、最初のアタック俺らちょっと前回取ったキリータは 99% でしたね、そういえば。なので、これで星数同点のパーセントリードって形ですね。なんか、ファーストアタック守ったあれで、はい、リードとか言ってたけど、普通にこっちも99でしたね。さあ、イエティを盾に白衣表を狙っていくような形。これがさっき言ったエクソシストですね。この人もね、かなり全回率、去年ヒットレート高かった人ですね。
ちょっとね、ハリー・ポッターの、ハリー・ポッター役やってた人に似てるんですよね。お、バルキリー差し込んで、リクスケ処理。うわー、バルキリーしようとしたね。さあ、ホグライダー展開してって、援軍を釣りに行きますが、うわー、トルネード解除、それは激アツすぎる。激アツファンタスティックトルネード解除ですが、このトルネードも、ポイズン疲れば熱かった。すごい。そこにフリーズなんだ。いやー、重っ。激重だ、これ。フリーズ使いましたが。さあ、ここフリーズ。いや、マジで苦しいよな、これ。ただ、ここでもう峠越えた感はある。これ耐えれたのはマジででかいな。ガチできつかったぞ、今の。ほんとしんどいよね、今の火力。さあ、乗り越えていって、ロイヤルチャンピオンの方、しっかり見えてるインビジブル。クイーンが、ヒーラー飛んでるけど、これ無敵ですね。ここまでタウンクイヒーで誘導できたらめちゃくちゃ強いわ。ここまで通せたら、そりゃ強いわ。さあ、ドラゴンライダーもマルチャイティオールノに参加してくれつつ、ここでトーム。いや、さあ、クイーンク6残ってるので、これロイちゃんの方はフリーズをかけて勝利していって、最終区画もこれは、クロックで合流できそうですね。さあ、クロック使っていって。いやー、序盤かなり苦しめな展開だったんですけどね。さあ、ヒーラーもようやく赤バックヒットで全部落ちましたが、バルーン残っていって、こういう苦しい展開でも全開を取り切るのが、さすがですね。一番苦しい場面でね、一番正解をギリギリで綱渡りしていって、最終的にこんなに余力のあるアタックになってますからね。これ難しいよ。仕上がってるね。今みたいなね、ちょっと苦しいやつを無理くり全開で取っていくのを見ると、うわ、仕上がってんなーって思う。さあ、スーパーボーラー。さあ、ウォーデン6時側からスタートで。結構きついよね。ああいうのもなんか、でもほぼほぼプラン通りがあの感じだもんな。プランがそもそも結構ハードなプラン組んでるもんね。で、なんかハードなプラン組めるときってもう仕上がってるときよな。なんかちょっと微妙だなって時、チキって結構弱気なプラン組んじゃいがちだったりするし。これは素晴らしいですね。さあ、まずはウォーデンで対空砲まで追って穴開け。水塔まで追っていく。さあ、イゴレ縦に本体スタート。ウッドランチャーからのボールブレーカー。うまい。さあ、ウッドランチャーで真ん中通していくイメージですね。さあ、ウォーデンで左サイドはカットしてるので、しっかり入っていきつつ、早めにウッドランチャーで穴開けてほしいんですが、いかがでしょうか。さあ、ナイスフリーズ。ここでようやく追いつきそうですが、スーパーボーラー自身も穴開けして、一瞬ウッドランチャーがロイちゃんにたげられたかと思ったけど。さあ、ここはそろそろトームスポットやってきそうですが、まだ貯める。さあ、ヒーラーしっかりスライドしていきましたね。これは、ここいいトーム。さあ、このバルーンもね、かなり伸びていって、さあ、罠解除していきつつ、クイーンがなんか下流れちゃったんですけど、これ本体すごいうまいな、延命。さあ、アイゴレがまだ、いや、強い。一瞬で折れた。強。うまいな。いやー、ドカ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 っと。これは強いな。スーパーボーラーもね、うまい人がやると、全く、破壊力が違いますね。最後まで残ってるし。
これやつえわ。バーサス。さあ、力です。タウンスニゴブかましていきつつ、突撃艦。援軍を釣っていきます。マルチも降りつつ。さあ、援軍は結構細かい系なんで、釣られる系だと、美味しく処理されちゃいますね。さあ、そのスニータウンホールスニゴブで、処理をしていきます。さあ、ここはダブルポイズンで、ロードを作りまして、スケルトンも処理をしていきつつ、これ、隙間ギリ、入らないか。このポイズンの隙間でね、ギリギリ耐えて延命するなんていう奇跡はなかったですね。さあ、スケルトンを置いて、ヒーローのために、バゲを取っていただき、ザ・ロイヤルチャンピオン3ヒーロー合流。うまい。さあ、ジャンプまで使っていって、インビジブルで隠していってヒーローにレイジ。さあ、ヒーローにレイジをか、ナイストロね。さあ、ブーメランぶっ飛ばしていきつつ。さあ、これうまいな。クイラバみたいなことしてますね。ツーサイドで。さあ、真ん中ジャンプで主要施設を吹っ飛ばしていって、残りは投石区画なので、フリーズからのまだラバ1残ってる。さあ、スケルトンで投石のタゲも取れている。ただ、ここはフリーズ。さあ、裏からラバを追加して、まだウォーデン、トーム残ってますね。さあ、ここまでクイーンよく伸びてたな。さあ、まだトーム残った状況で、大量のバルーンも残っていって。さすがですね。これがトライブのエースです。一気です。うんま。最後までトームを残していく。結構こういうのね、初手トーム打ちがちなんですけど、ヒーロー処理がね、ヒーローパートで終えているっていうところもあって、勇気のジャンプスーサイドでしたね。つえー。うまいなぁ。ガーサスだ。さあ、クラウス。クイラバ。ジャンプの入ったクイヒーラバルですが、結構ね、最近ね、ジャンプの入ったクイヒーラバルがね、ちょっと流行りなんですよね。というのも、ウッドランチャー型がね、今流行ってまして、ウッドランチャーでバック伸びさせて、クイヒーのためにちょっとジャンプを最後ちょろっと使うみたいなね、今回もそういう使い方になるんですけど、結構流行ってます、これが。さあ、ウォールブレーカー3箇所開けてって、クイヒーのためのルートを作っていきました、まずは。かつ、キングのための穴開けと。さあ、まずはクイヒーを。今までのクイヒーって結構、中央を歩かせていくね、そういうタイプのクイヒーが多かったんですけど。さあ、ここ。真ん中を走らせていくウッドランチャーってことでね。今のクイラも結構、この、ボックス陣にはね、真ん中はウッドランチャーに担当してもらうことが増えましたね。火力が高すぎてちょっとそんなんやってられないんですよね。さあ、ここ、ストライカーも混ぜていきつつ、いいバルーンですね。対空砲の方にトームで合わせていって。さあ、ストライカーはクイーン処理まで行っていって、シングル IT 真ん中マルチまでこのウッドランチャートームで吹き飛ばして、これうんま。これマジでうまい。さあ、ロイヤルチャンピオンは6時側をサイドカットしてくれつつ、ジャンプでタウンホールの方へ。これがね、ジャンプの増えてる理由ですね。ウッドランチャーの誘導をクイヒーに使えないんで、ジャンプでね、ちょっと、クイヒーの誘導しなきゃいけないんですけど、その分、まあ、火力の高いところをクイヒーじゃないところのパートで壊せるんで、
結構呪文に余力があるってところで、今回も呪文めちゃくちゃ残ってるじゃないですか、手元に。なので、呪文1個割いても結構呪文が残りやすかったりするというところ。さあ、ただ、クイヒーはホーミングもヒットしまして、ヒーラーは残り1体というところ、ただ呪文がえぐいですね。さあ、レイジフリーズ。ちょっと外しましたが。残ってる呪文がえぐい。さあ、圧倒的これは。オックス陣に対してこのウッドランチャージャンプっていうのが、MCS とかね、MSE スポーツとかトライブとか、ストラットとか、ヨーロッパ勢がね、結構最近使い始めてる戦術なんですけど、これ、マジ強いね。ありだな。これはもうお手本のような素晴らしいクイアでしたね。さあ、ネブラックス。突ウィズラーバル。この人は結構ね、リアクションのでっかい人なんで、よっしゃよっしゃってなるから。生でね、それが見れて面白かったです。さあ、ラバトツ。さあ、果たして、いいリアクションは見れたんでしょうか。さあ、突撃艦をしっかり、ラバで守っていって、届けていって。さあ、勝利と。ギリギリですが、ポイズンは受けてないやつがいますね。さあ、クイーン処理までこれはギリギリですが届けていって、ストライカーまで。いや、いい位置入り込んだな。すごくいい位置持ってきましたね。なんかね、この突撃艦パート決まった時、マジでね、嬉しそうだった。ちょっとね、半笑いしてた。ニヤニヤしてた、めっちゃ。さあ、ラバ勝利していって、今回ユニコーンではなくてラッシュつけてますね、こっちに。さあ、スニゴブサイドカットで、ユニコーンはロイヤルチャンピオンつけてるので、ロイヤルチャンピオン結構伸ばしていきたいみたいなね、そういうパターンになりそうですかね。さあ、これはヒーローパートと並走する形でラバルパートをスタートしていきつつ、中心これ穴つながってるのでめちゃくちゃ伸びますね。これイーグル砲まで行き、これヒーロー強いな。しかもアイゴレ割れずに合流した。めちゃくちゃ強い。さあ、裏からラバルパートも合流していきまして、さあ、ウォーデン、ロイヤルチャンピオン全部合流して、これトーム最強だ。まだ撃たない。さあ、まだ撃たないで赤爆ヒット、ヒット、ヒット。ストライカーもここで合流させつつ、さあ、まだ耐えていく。まだトーム撃たない。さあ、もうこれ最終区画まで残すような方。ホーミングエグ。さあ、ここ能力残して、ロイちゃんユニコーンついてるのが、かなり長生きの要因にもなってますね。かなり陸罠出てたんですけど。さあ、キングに対しては、ここでトーム。さあ、最終区画、これ強。さあ、フリーズ最後かけていって、ロイちゃんも能力があって、すごい量のリクスケ出てきた。はいはいはいと。めちゃくちゃ喜んでましたね。よっしゃよっしゃってやつ。これはでもめちゃくちゃ強いですね、これ。いいヒーローパートだ。強すぎる。さあ、クイーンウォーカーズラストアタック。前回を取れば勝ち確定ですね。相手が 88% だって、こっちが 99% というところでした。前回取って勝ちを決めたいところですね。ラストアタック。回廊陣になってますが、ウヒラバル。さあ、ババババからのウォールブレーカーでテスラやらなんやらいろいろチェックしてきました。が、何もないというところでね。さあ、ウォールブレーカー投げていきつつ、このアーチャータワーが外れなそうだなと判断したので、その隙に投げ込んでいきます。そう、範囲ギリギリなんですけど、これ耐えれそうという判断で、外れなそうという判断でやっていきまして、これちょっと迷ったんだけど、一旦フリーズ打ちましたね。ストライカーに殴られないのが一番いいなっていうところで、ネックロ系で、多分これね、スーパードラゴン誘ってるような感じだったね、援軍見るに。タウン真ん中のやつって結構スーパードラゴン刺しがちだったりするので、ここは、罠はかわしていきまして、余爆かわして、しっかりウォールブレーカー通して、さあ、赤爆もしっかり据えまして、
いいですね。さあ、フィストで右側カットして、かなり理想的に進めてます。さあ、赤バも見えたので、もう一回ホーミングチェックすれば、これは確実かなというところなんですけど、このバネここで相手めちゃめちゃ喜んでましたね。チラッと見えてたんですけど。マジでふざけんなと、これ。1発目、2発目、3発目までここ。バネ見えてなかったじゃん。同じとこ投げてるのに。さあ、これきつい。やってくれたな。さあ、もう、早めに始めていかないと、これは間に合わないと判断したので、進めていきます。さあ、フレームシューターがね、こっち、投石の方打てるの見えていたので、左サイドはもうしょうがないというところで、レイジかけていきますが、なんと外、壁殴ってくれると思ったんですけどね、外行っちゃいました。さあ、ストライカーも強引に合流させていきつつ、バネでストライカー飛ばされる。いや、これかなりしんどい。いや、これ、だるーと思いながら、最後、全開まで伸ばしていきます。さあ、インビジブルかけて、これ、クローンフック速攻打ってよかった気もするんだけど、なんかこれ残しておいた方がいい気がして残しましたね。さあ、ロイヤルチャンピオンがここで落っこちていって、結論クロックス初手速攻打ちだったな。ちきったな。さあ、ライダーが大砲まで切ってくれたので、後ろからスニゴブでサイドカットして、ガゴに先行していただくような形を作っていきます。これでなんとか、ウォーデンタゲ入りますが、あとは数の暴力で押していって、ギリギリですがフィニッシュ。危なかった。これはバネが飛ばされた時点でかなりきつくなっちゃったね。危ない。というわけでね、マジできつかったんですけど、なんとか耐えました。はい。危なすぎた。ロールブレーカー飛ばされた時は、マジかって思ったし、飛ばされた後の、中心部のめんどくさい下りがね、これきついなと思ったんですけど、なんとか持ってきましたねと。さあ、最終アタック。もう勝利が決まったんでね、対戦相手からすると悲しいアタックにはなってしまうんですが。対空砲までカットしてゴールする形かな。冒頭に話してましたが、試合前にブロスターやってた人ですね。さあ、ウッドランチャー型流してキングネクロ。投石区画に誘導できるようにアーチャーでサイドカットも入れてるような形ですが、迫撃にちょっと流れていく。ボーラーバウンド強そうでも。さあ、本体少しそれていきまして、内側合流もしなそうで、ヒーラーも若干それていく。さあ、ここでトーム、ウォーデンまでそっち行っちゃったね。さあ、キングはカットしたんですが入らず、ただその分ちょっとネクロと巨爆入りましたが、中心、いやどうなんだこれ、真ん中マルチに入れんからスケルトン置いてロイヤルチャンピオン。呪文はまだギリありますが、ウォーデンは少し戻ってきてくれたかな。さあ、ロイちゃんレイジ打っていきます。これロイちゃんレイジで投石飛ばしつつ、さあ、中心クイーンの方にヒーラーがいつの間にかいない。さあ、フリーズかけるしかなさそうですが、かけますが結構遅い。それはきつそう。レイジかけるがこれは間に合わないの。ユニコーン強っ。もっと一瞬で黒く出るかと思った。ヒーラー星 1？ ワンチャン。いやレイジウォーデンも殴っていって、最後の最後にもう一防衛というところで、さらなる価値を深めていくというところで、さあ、88ぐらい、同じパーセントや。結構ね、フラクシーじゃないや、クロス、最初にね、攻めた方が結構落ち込んでそうだったんですけど、フラクシーも頭抱えてましたね。
さあ、90% 防衛というところで、なんとか勝利。はい、というわけでね、ファイナルスコア14対13で再度決勝戦勝ち上がりまして、ストラットと1位、2位を決める決勝戦やっていきます。次から決勝戦 BO2 になります。いや、トライブもね、非常に強かったですね。直近で結構トライブの対戦とか見ることだったり、トライブと対戦することも多かったんですけど、やっぱりね、仕上がってるね。トライブもね、ストラットもね、非常にレベルは高いし、評判も高いし、人気もあるしね、ヨーロッパの有名強豪クランなんですけど、非常に熱い対戦でしたね、今回も。はい。というわけでね、明日、明後日とまた決勝戦の動画になりますので、ぜひ、もうマジでレベル高い試合になってるので、ぜひチェックしてみてください。というわけで今回こんな感じだと思います。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。